裏庭から始まってますが、砥石で研いだんですね。一気に、切りました。ゴルフのカップホールがありますね。はいさい、つつもです。9月もですね、終盤になってだいぶ、過ごしやすい感じになってきてますね。今日はですね、夕方なんですが、裏庭から始まってますが、今日はこの裏庭のですね、芝生の際を、買っていく予定です。このチャンネルはおじいちゃんが生前大切に手入れしてた庭を知識がほとんどない孫が勉強しながら庭いじりしていくチャンネルです。前回ですね、芝刈り、表の庭と裏庭芝刈りやったんですが、であの後、際の部分だけは残してたんですけど、本当はね、際の部分はこの、剪定ばさみで、切るということで毎回やってたんですけど、これがね結構錆びて切れなくなってたのでちょっと諦めてたんですけど、あの後ですね、動画は回してなかったんですけど、この、砥石で研いだんですね。でそしたら結構切れるようになってて、表の庭の方はですね、もう勢いでこの剪定ばさみで全部切っちゃいました。ということで、今回はその続きですね、裏庭の、際の部分をカットしていきたいと思います。このサイズの庭なので、芝生もそこまでね、際も多くないので、わざわざね電動式のバリカンで、やるまでもなく、もうこれだけでいいのかなと思って、ちょっとこれ1本で、やっていこうかと思います。それでは作業を始めていきたいと思います。はい、芝生の際をカットしていってますね。前回ビデオを回してない時にですね、錆びた剪定ばさみをですね、砥石で研いでどのぐらい切れるかなと思って試してみたんですよ。そしたら意外とね切れたので、そのままカットしていったらいつの間にか、表の庭全部終わっちゃいました。でそれでね、今回は裏の庭も、際の部分をカットしていこうということで、この動画を撮っています。際のカットはですね、この岩側の方が結構入り組んでいて、やっぱりですね、芝刈り機の方ではなかなか切れないというところなので、剪定ばさみの方がですね切りやすかったです。バリカンもですね昔はあったんですよ。で昔あったんですが壊れてしまって、それから使わなくなってしまったんですが、結果的にはですね、この剪定ばさみでも際の部分のカットはね綺麗にできるのかなということで、多分今後もですねこの剪定ばさみでやっていこうかと思います。はい、芝生の際カット終わりました。ちょっと映像を見ながら見ていきましょうか。表の庭の方はですね、前回で、ちょっとカメラが回ってなかったんですけど、剪定ばさみをですね砥石で磨いた後切りやすくなってたので一気に、切りました。ゴルフのカップホールがありますね。見えるようになりました。はい、裏庭の方ですね。こちら今日カットしていったところです。奥の方がですね結構入り組んでいて、やはり芝刈り機の方ではなかなか綺麗にカットできなかったところを、剪定ばさみで、綺麗にカットしていきました。土の方も結構溜まっていて、それもね、取り除きながら、やっていきました。やはり際の方をね綺麗にカットすると見栄えが良くなりますね。じゃあまたですね時期を見て芝刈りをしていきたいと思います。この後ですね木の剪定もやっていこうかと思いますが、前回出した動画ですね、この庭の木の種類を紹介している動画なんですけど、こちらの木のね名前を調べて、それから剪定方法を、調べてから、剪定していきたいと思ってますので、もしね、よろしければ、こちらの動画を見て、木の名前が分かる方はぜひ、コメント欄へ書き込んでいただければと思います。木の名前がね分かるだけでいろいろ調べることができますので非常に助かります。はい、もしこの動画が良かったら高評価をお願いします。また今後も庭の成長過程を配信していきますので、見逃さないためにもぜひチャンネル登録をお願いします。
それではまた次の動画で。また野菜。今日一日天気予報は晴れだったんですけど、通り雨のせいでですね、ここまで水たまりできちゃってます。すごい大粒の雨が降ってます。この時期天気予報よくわかんないですね。居合尻はできません。